こんにちは、ひまわり花子です。今回は、陰が吹き飛ばし、辛い時にやるといいことを占います。早速ですが、次の選択カードからお好きなカードを一つ選んでください。3択です。子供、怒り、蛇です。子供のカードを選んでいただいた方の因果を吹き飛ばすためにやるといいことを占います。今回は選択肢のカードを主語として、まずルノルマンカードで最近あなたにあった因果とは人とのすれ合いのことなんですけれども、について占うために私に教えてもらいたいと思います。まず主語の子供はそのままお子さん、10代ぐらいのお子様や小さなことを遊びなどを表します。就職後にはクローバーが出ていて小さな幸運も表しますが、ギャンブル、リスクも表します。術後は淑女なので、今回はこの動画を見ていただいている方の性別を問わず、あなたになると読みますので、合わせて考えるといろいろ考えられると思いますが、あなたにお子さんや生徒さんなどがいらっしゃったらですね、その若い方たちのためになると思って自分に少し負担をかけてしまっているとか、ちょっとだけならと思って宝くじの購入をみんなでしたりとかですね、遊びで無駄遣いをしてしまったりしたかもしれません。たまにだったら自分にプレゼントとして購入してあげてもいいとは思うのですが、人に合わせるためだけで使ってしまうと結果が伴わないと辛いかもしれません。それではタロットカードでそんな因果を受けたあなたがすると良いことを3つ占います。まずは陰者の逆位置です。感覚で行動してしまう、偏屈になる、与える、一人になることが難しいなどの意味がありますので、自分が心からしてあげたいなら人のためにやってあげてもいいみたいです。次にワンドの7の正位置は、有利な立場でいる、ノーという、しっかり足場を固めるなどの意味がありますので、やってあげてもいいのですが、何でも相手の言うことを聞いていたりしてはいけないようです。ご自身の立場を守るためにあなたも頑張ってください。最後に正義の逆位置が出ました。原因と結果を考えたが、あまりそれが問題ではなかった。自分がしたことの釈明を言わなくてもいい。法に触れない範囲でいるなどの意味がありますので、今回の件は特に過去世や来世に影響が出るようなものではないようで、言い訳をする必要もないし、法律に触れているわけではないので、あまりくよくよしないでくださいね。後悔したのであれば、続かないように断れば大丈夫です。最後に54番のオラクルカードが出ていますので、そんなあなたに高知の魂を持った存在からアドバイスをもらいました。励ましのカードなので、宇宙はあなたの夢を応援していますと伝えています。そのために宇宙からあなたは必要なものや人を与えられるでしょう。あなたは自分を信じて進みたい方向へ進んでみてください。きっとうまくいくでしょうということでした。参考にしてみてください。怒りのカードを選んでいただいた方の因果を吹き飛ばすためにやるといいことを占います。今回は選択肢のカードを主語として、まずルノルマンカードで最近あなたにあった因果とは人とのすれ合いのことです。について私に教えてもらいました。主語の怒りは仕事、安定、頑固などを表します。就職後には犬が出ていて、親友のフレンドリーな、誠実ななどと表します。術後はネズミなので、減少する、ダメージを受ける、ストレスを受けるなどと読みますので、合わせて考えると、職場の人間関係であなたは誠実に対応をされていると思うのですが、一部の人たちから気に障るようなことを言われたりされたりしているためか、ストレスを感じていることがあるようです。
しかも、それがかなり長く続いている可能性があるでしょう。これはお辛いですよね。その人たちのために仕事を辞めるのも嫌だし。では、タロットカードでそんな因果を受けたあなたがするといいことを3つ占いましょう。まず、コインのエース逆位置です。健康面や生活基盤などで不十分な箇所。努力が報われたいがもう少し時間がかかる。支援システムを持つのが難しいの意味がありますので、あまりその苦手な人たちにはあなたの個人的な悩みなどは話さないようにしましょう。次にコインの2の逆位置はバランスを保ちたいが難しい。すぐに馴染むのが難しい。遊びたいが時間が取れないなどの意味がありますので、その人たちとはあまり合わさなくてもいいでしょう。仕事は一人でできそうならあまり接点を持たないようにして仕事に集中しましょう。遊びに誘われても適度に交わしましょうということになります。最後にカップの6の逆位置が出ました。未来のことを考える。優しさに囲まれたいが保身をしてもいい。遊びたいが難しいなどの意味があるので、あなた自身の将来を考えてうまく立ち振る舞いましょう。保身をしてもいいでしょう。昔からの付き合いがある人たちばかりではなく、新しい気の合う友人を探してもいいでしょう。ということになります。最後に44番のオラクルカードで、工事の魂を持った存在からあなたにアドバイスをもらいました。力のカードなので、あなたはあなたが信じているもの、宇宙でも神様でもご両親でも先生でも何でも大丈夫なのですが、その信じているものとつながることでもっと難しい仕事でもやり遂げられるでしょう。今チャンスがあれば思い切ってチャレンジしてください。あなたの努力とあなたが信じているものを強く信じることで大きな力が生まれ達成できそうです。あなたの願いを叶えましょう。ということでした。参考にしてみてください。蛇のカードを選んでいただいた方の因果を吹き飛ばすためにやるといいことを占います。今回は選択肢のカードを主語として、まずルヌルマンカードで最近あなたにあった因果とは人とのすれ合いのことです。について私に教えてもらいました。主語の蛇はライバル、長い黒髪の女性や複雑なことなどを表しています。就職後には十字架が出ていて、運命の重要な悲しい、疲れた、ストレスのあるなどを表しています。術後は棺なので、過去の人、こもる、中断するなどと読みますので、合わせて考えると、今回は棺とセットなので、重要な難しい仕事などで疲れてしまい、長い間入院をしてしまっていたり、運命の出会いと思えた人とお付き合いをしていたが、最近別れてしまってショックだったなどが考えられます。蛇を選んでいただいた方は結構今しんどい思いをされているかもしれません。体調を崩されている方は早く回復できるといいのですが、それではどうしたら早く回復できるかというのをタロットカードで3つ占ってみようと思います。まずはカップの騎士の正位置です。接近する、もっと素晴らしいものを求める、自己改善に努めるなどの意味がありますので、まずは体調を回復させることかと思われます。そして自分の興味のあることが書かれた本を読んだり、ネットで調べてみると何か楽しそうなものが見つかるかもしれませんので、調べてみてくださいね。また、自分の外見を素敵にして次の出会いを求めてもいいでしょう。次にコインの4の正位置は、持っているものを手放さない、弱さを否定する、新しいアプローチに目を向けないなどの意味がありますので、現状維持をしてもいいでしょう。長期で休めるなら仕事を諦めなくてもいいでしょう。同様に前の彼女や彼氏が好きでしたら、無理に忘れなくてもいいと思います。大切な思い出として取っておいてくださいね。
また、新しい出会いがあっても、無理せず気持ちが動いてからで大丈夫でしょう。最後に月の正位置が出ました。不安な気持ちが勝る。自分自身をごまかす。想像力をかき立てられるなどの意味がありますので、今は思いっきり落ち込んでもいいのかもしれません。先が不安で怖かったら怖いなと思ってもいいんです。例えば、リハビリなどで怖くてもちょっと前進しないといけないことがあるかもしれませんが、少しずつでもいいので自分を騙しながら、今日はここまで来た。でも無理をしてしまったからちょっと戻ってしまった。だけれども、また日が経ったら少し良くなった。と、ご自身の体と相談して頑張ってみてくださいね。私も最近声が出なくなってしまって一進一退していたので、辛いお気持ちがとてもよくわかるのですが、焦らずにやってみてください。時間があったら健康情報でもいいですし、無意識に関連のあるタロット占いや心理学などを調べてみると、良い知恵が手に入り、良い時間が過ごせるかもしれません。最後に47番のオラクルカードで、魂のレベルが高次の存在からあなたへアドバイスをもらいます。神聖な池というカードなのですが、このカードは良いカードです。それで、カードの説明を見たら、私は斉藤ひとりさんの教えを思い出したので、そちらを少しお話しします。鏡を見てください。そして、あなたの自尊心と自己愛に焦点を当てましょう。あなたはこれまでよく頑張ってきました。鏡の文字は真ん中に蛾があります。鏡の中に神を見ようとして蛾を通ると、鏡に映っているのは神です。あなたが自分のために今まで頑張ってきてくれた神なのです。だから自分を大切に感謝してきれいにしましょう。またご両親やご先祖様を大切にしましょう。もし神がいるとしたら、あなたに命、湧き御霊を与えたのは神ですから、あなたは神に愛されています。あなたはその愛で自分のできる範囲で構いませんので、社会に貢献してください。そうすると、社会もあなたを祝福するでしょう。あなたはうまくいくでしょう。思いっきりスピリチュアルな話になりましたが、よかったら参考にしてみてください。エンディングです。今回は、因果吹き飛ばし、辛い時にやるといいことを占いました。いかがだったでしょうか？今世は前世の因果の解消をしに来ているのも生まれてきた理由の一つなので、前世でしてしまった人に対しての悪い行いが今世自分に起きて、これは悪いことだからもう人には二度としませんと思えたら解消されるようになっているんだそうです。そう思えたらもう同じ不幸は起こらないんだそうですよ。だから間違っても他の人を同じ目に合わせてやるとか言わないでくださいね。また来世に帰ってきてしまいますからね。今世地球に生まれてきた人は必ず一つは大きな因果を持ってきているそうなので、生まれてきているのに何にもない人はいないんだそうです。それなのでみんな何かはあるので、あまり邪魔をしないであげてくださいね。たくさん因果を持ってきている人もいるかもしれませんが、定めが10ある人は一見大変なのですが、意志も10あって相殺されてどこにでも行けるんだそうです。愛を持ってお互いに風通しよく生きていけたらいいですね。それでは今回の動画はこれで終わりです。ご視聴いただきましてありがとうございました。またね。バイバーイ。